卓球の教科書です。サーブの極意実践編の最終回へようこそ。今回はワイパーサーブ、リュウゴリャンサーブ、バックサーブ、試合の流れを変えるためのサーブや世界基準のサーブ、ペンホルダーのサーブなどを紹介しております。最後までお楽しみください。車のワイパーのような動きをするのでワイパーサーブと呼んでいます。このサーブは相手の方にラケット面を向けて出すことで球の後ろ側をこすったのか下側をこすったのかが分かりにくいのが特徴です。基本的には上回転も下回転もラケットヘッドが上側から少しスイング方向に向かっている時に当てます。下回転は球の下側を少し横下方向にこするイメージです。上回転は球の後ろ側を少し横方向にこするイメージ。上回転は当たってから少し左に振っていますが、下回転は当たったらすぐに下に振っていますね。さらにルブラン選手はワイパーサーブの振りからしゃがみ込みサーブを出すことで回転の方向を変えて相手を惑わしています。リュウゴリャンさんが使っていたサーブで一般的なサーブを出す時の足とはスタンスを逆にして出すサーブです。通常では右利きの選手は左足が前、右足が後ろのスタンスでフォアサーブを出しますが、リュウゴリャンサーブは右足が前になって出していますよね。このサーブのメリットは通常のサーブに比べて3球目を待つ姿勢、つまり台の中に戻って平行足や逆足になるのが容易です。リュウゴリャンサーブも人によって少し出し方は異なります。例えばリュウシブンさんはリュウゴリャンさんよりは先に逆足を前にした構えからスタートしていますね。それは基本的にフォア前にサーブを出すとクロスに厳しいレシーブをされる可能性が高まります。このサーブであればマリンコーチが言っているように逆足前で構えやすいため、フォア前へのストップやフォアクロスへのレシーブにも対応しやすいし、バックに深く突っつきされた時には左足後ろで詰まらずにバックドライブができます。他にも通常のスタンスのサーブと比べストレートのショートサーブが厳しく少し早いタイミングで出しやすいのが特徴です。現役選手で言えばモーレゴード選手が使っていますね。他には早田選手が前に出している足を後ろに引く形のリュウゴリャンサーブに近いサーブを出すことがありますね。ただしリュウゴリャンサーブにもデメリットはあります。それは一般的なサーブと比べて衝突力を発揮させにくい点です。メリットデメリットを知った上で自分に合うと感じる方は練習してみてください。まず論争になるポイントがフリーハンドとラケットのどちらを上にするかという点です。オフ・チャロフ選手はフリーハンドよりもラケットの方が上に来ていますね。そのメリットはラケットが上から来やすいため、特に下回転の回転量を増やしやすいことです。ただしサーブのバウンドが高くなりやすいデメリットもあります。そのためオフ・チャロフ選手のように自分が低い姿勢になって出すことをお勧めします。後ほど別の選手でも紹介しますが、ラケットがフリーハンドよりも下側に来る選手ももちろんいます。そのサーブはバウンドが低くコントロール重視やショートもロングも出しやすいサーブになるけれど、回転量を増やすことが難しいです。次にスイングですが、これも人それぞれで、手首を振る力を重視する人、手の指を振ったり握ったりを重視する人、肩肘の振りに加えて前腕のひねりを重視する人など様々です。自分に合った振り方をしたらいいと思いますが、一般的な回転のかけ方は上から下方向へのスイング時に
ラケットの下半分で球の下半分を打てば下回転になります。横方向か下から上方向へのスイング時に、ここでは下半分に当たっていますが、ラケットの上半分で球の後ろか上半分を打てば上回転になりますね。フェイクのかけ方は、肘を上げると上回転と思ってもらいやすいので、下回転をかけてから肘を上げるか、下回転をかけた後に前腕をひねってラケット面を立てることで、上回転をかけたように見せることが良いでしょう。先ほどのバックサーブでもそうですが、立ち位置をフォア側から出すサーブ、オープニングサーブを使うことで、相手からは同じサーブでも見え方が変わったり、出すサーブの角度も変えることができるので、特に自分がバック反面の3球目が得意、もしくはフォア反面が苦手の時や、相手がフォア前が苦手かバックが強い時に使うと効果的です。他にはフォアサーブを主戦としている人が急にバックサーブを使うと、どんなサーブが来るのか分かりづらくて、結構相手からするとやりにくいものです。マロン選手のバックサーブは先ほどの選手とは異なり、ラケットがフリーハンドよりも下側に来てます。回転量は少なく単純ですが、バウンドを低くコントロールし、とにかく相手レシーブの強打を封じてラリーで勝負していますね。トスの高さが一定であったり、構えてから球を上げるまでの時間が常に一緒だと相手にリズムを合わされますが、その点を変えると同じ質のサーブでも効果が発揮されるので、ぜひお試しください。打った後のフェイクモーションを入れる人は多いですが、打つ前にもフェイクを入れる必要があります。構えた時点でどんなサーブが来るか予想されるようでは、現代卓球では良いレシーブを封じることはできないので、構えと実際に出すサーブの種類や回転が異なるような構えのフェイクもつけるようにしましょう。ロングサーブはエンドライン側、ショートサーブはネット際に第1バウンドを落とすという時代はすでに終わっています。この2つの落下点に注目ください。2つともほぼエンドライン側に落としていますよね。ここに落として長さの変化をつけれるようになりましょう。では問題です。次のサーブの長さはいかがでしょうか？答えはショートですね。ではこれはなんとロングです。こちらも2本連続でご覧ください。エンドライン側に落としてショートサーブを出しましたね。一つ前のように真ん中付近に落としてロングサーブを出したり、今のようにエンド側に落としてショートを出されると、相手は思い切って前に移動しづらいため、鋭いチキータやストップを封じたり、ロングサーブで詰まらせることができます。とにかく今の時代は遅くて短すぎるサーブはストップ、ディープツッツキ、チキータなど何でもされるから、スピードのあるサーブが基準となります。ロングサーブは回転をかけながらも速いこと、ショートサーブはハーフロングになってもいいから、回転量よりも分かりにくさを追求するようにしてみましょう。まず1人目は天の方からの要望のマリン選手です。マリン選手のサーブの特徴はスイングスピードの速さと、打った面が見えないくらいのフェイクのかけ方から繰り出される強烈な回転のかかったサーブですね。このブチギレ下回転は6大要素の衝突力、停止力を使っているのがわかるでしょうか？同じようなサーブから打ち終わりを上に上げたり、後方に引っ張ったりと多彩なフェイクモーションを使って相手をか乱していますね。
ブチギレした回転を出した後に相手の方にラケット面が向くようにすると、相手からしたらナックルを出したように見えるんですよね。先ほどまではショートトスでしたが、ここからはハイトスサービスです。高くトスを上げて落下してくる球のスピードを利用し、衝突力を働かせ、強い回転のサーブを出していますね。ただしこれはナックルサーブです。見抜けますか？メインのスイングの終了地点でインパクトし、その時のラケットはほぼ動いていないですよね。フォロースイングはしているので騙されないようにしてくださいね。これはハイトスからの縦回転のブチギレした回転。インパクト時にラケットヘッドが動いていることをよく確認してください。それに対して次はハイトスからの縦回転のナックル。今度はインパクト時にラケットヘッドが動いていないことをよく確認してください。インパクトの時にラケットを動かさない分、フォローをしっかりとつけて、いかにも回転をかけたかのようにフェイクをつけていますね。最後はハイトスからのロングサーブ。難しいけれど通常のトスよりもスピードを出せるので効果的です。次はワン・チューチン選手です。本当に試合でのサーブからの得点率が高いので、よく違反サーブだと言われがちですが、サーブ練習の様子からいくつか出し方を解説していきますね。これはナックルサーブで、ナックルの時はマリン選手同様、スイングの終了地点付近でインパクトして、その後フェイクモーションをつけていますね。これは下回転サーブで、ナックルよりもスイングの初めの方でインパクトしていますね。インパクト後のスイングがナックルの時よりもメインのスイング方向側にほんの少し動いてからフェイクモーションに移行している点が大きな違いですね。サーブの極意いかがでしたか？結局のところ大事なのは6大要素を理解して出したいサーブを正しく出せること。回転量ばかりを追求するだけでなく、何回転なのか分かりにくく出すことです。トップ選手のサーブの出し方を何度も見直して、自分のオリジナルサーブを練習してみてください。